こんにちは、こんばんは、おはようございます。習いたいくせにパカチャンネルのパカオです。さて今日はですね、元ブログではなくてこちらのカメラ、じゃん、インスタ 360ONE X2 の紹介動画になります。もうこのカメラの特徴といえばなんといっても360度撮影できる、これにつきますね。他の人のね YouTube 動画なんかでも結構使ってる人が多いので気になってる人結構いるんじゃないですかね。で今回ね、企業様からパカオに無償で商品提供いただいたので、その使い心地をレビューしたいと思います。さて冒頭の PV はいかがだったでしょうか。もうね、あの映像が全て語ってると思うんだよね。あの PV 映像はインスタ 360ONE X のカメラ1台だけで撮影してます。で当然ドローンなんて使ってませんし、もちろん全部一人自分悲しいかな、撮影協力者とかいないんでパカオ一人で撮影しましたね。まず使い始めて1日2日のカメラでこのクオリティですよ。もちろんまだまだね改善の余地とかはあるんだけれども、他のカメラでこんな動きのある映像撮れますか。もうね、結論言っちゃいますよ。早速カメラ界の革命、もうね絶対持っててね損はないです。はい。で今回は実際にインスタ 360ONE X2 を使ってみて特にね感じたことを3つまとめましたのでご紹介します。1つ目、撮影が気軽にできるっていうところですね。何のこっちゃって思うかもしれないんですけど、今までのカメラってこうやってね自分を撮ろうとした場合、カバンから三脚を出してで三脚の足伸ばして広げてセットして、そこにカメラ乗っけて画角をこうやって決めてで撮影スタートするんですよ。それで撮影が終わったらカメラしまい、三脚畳こう縮めてカバンの中にしまってっていう作業がねあったんですけど、これね元ブログとか撮影とかやってる人はわかると思うんですけど、結構ね手間なんですよ。めんどくさい、こういう準備したりするのがね。で結構ね撮影するのが億劫になっちゃって、いいスポットとかあってもまあいっかーってこうシューンって流しちゃうとかね、そういうことも多々あります。それがインスタ 360ONE X2 だとどうなるかっていうと、パカオの場合はバイクのハンドルにくっつけてマウントしてるんですけど、バイクでブーンって走っていいスポットあったって止めるじゃん。でそのまま撮影開始ボタンポチを押す、バイク降りる、撮影する、止める、以上要するにバイクが三脚の代わりになる上に画角が360度だからいちいち画角を決めたりする必要がない。だから撮影ボタンポチッと押してすぐ撮影できちゃう。もうね本当に気軽。360度カメラ買ってこのことについてこんだけ言及してる人っていないんじゃないかなって思うぐらい、360度撮れるってことでこの気軽に撮れるっていうのをパカオはもうね絶賛してます。冗談抜きで1分でここいいな、止める、撮影、ピース、終わり、出発、終わっちゃいます。1分でできちゃう。こだわらなきゃね。なのでこれね元ブロガーとしてはねすっごいポイント高いと思うんだよね。正直ねこのメリット全く予想しなかったのよ。だからさ、それだけにねここで評価が爆上がりした。マジ超楽。はい、2つ目いきたいと思いますよ。編集方法は思ったよりシンプルで簡単です。 PV の映像編集とかめっちゃ大変そうだし、こんなの自分にはちょっと使いこなしそうにないななんて思ってるかもしれないんですけど、大丈夫、安心してください。めっちゃ簡単に映像作れます。パカもね実際こうどんな風に編集するのかとか分かんなかったし難しそうだなと思ってたけど、実際やったらね別に全然そんなことなくて、やることたった一つなの。カメラをどこに向けるかを指定するだけ、それだけで、ちょっとね言葉で分かりづらいから実はね編集する画面を見ながらやってみようと思いますね。でこの画面インスタ360専用のパソコンソフトであるインスタ360スタジオ2021っていうソフトになります。でもちろん無料で使えます。皆さんあれじゃないですかね、 Google ストリートビューとか見たことあります？360度カメラのデータの中身がどうなってるかっていうと、あんな感じになってます。こうマウスとかでこうクリックしてこっちってやるとそっちにこうカメラが動いてるじゃん。まさにあんな感じなので、Google ストリートビューをイメージしてもらえると分かりやすいんじゃないかななんて思います。で Google ストリートビューは画面が止まってるけども360度カメラのデータはリアルタイムで映像も動いていてかつ360度こっちができるっていう風になってるね。でこの状態からじゃあカメラをどこに向けますかっていう設定をこうやってねポイントをポチッと押して、これこここっちでこれこここっちこれここってやって、あとは再生ボタンポチッとして確認して問題なかったらこの右上のね出力ボタンっていうのがあるから出力すれば OK なの。これもできちゃう。思ったより簡単でしょ。だからカメラでここ見た後は出力ボタンポチッで OK ね。だから操作めっちゃシンプルで小学生高学年とかだったら教えればできると思いますね。であとはねそのカメラワークからこう動かすとかこう動かしてこういくとか、そういうのはセンスなので本人次第ですね。でも安心してください。ありがたいことにね AI が自動で編集してくる編集ラボっていうのがあるんですよ。なのでその編集ラボを使えば簡単にいろんなパターンの映像が撮れたりするので、センスがない人でも結構安心していろんな動画を撮ることができると思います。さて3つ目、元ブログの撮影もできるということで、インスタ 360ONE X2 の凄さは分かったけど、で元ブログ始めるのに GoPro、 これも GoPro だけどね GoPro とどっちがいいのよっていう話になってると思うんですよ。多分この動画を見てる人はそういう人が多いんじゃないかな。もちろん両方変えるのが一番ベストだよね、 GoPro とインスタ360でも正直結構いいお値段、両方とも同じぐらいで5万5千円とかその辺なんだけど、じゃあどっちを買ったらいいのかっていう場合にパカオはインスタ 360ONE X2 をおすすめしたいです。なぜならインスタ 360ONE X2 にはステディカムモードっていう要するにアクションカメラと同じように撮影するモードがあるんですよ。なので強力な手ブレ補正であったりとか水平維持機能っていったアクションカメラに必要な性能はもう十分持ってるんですね。つまり通常のアクションカメラの性能プラス360度撮影できる機能が入ってる、まさに一石二鳥、コストパフォーマンスに優れるカメラなんですよ。なのでパカオはもしどちらか1台しか買えないっていうんであれば両方できるインスタ 360ONE X2 をおすすめします。ただねやっぱね一点デメリットがあります。それは連続撮影時間が30分過ぎると1回撮影が止まってしまうんですよ。なぜか
して言うと、撮影したデータを SD カードに書き込む時間がどうしても必要になって、時間にしてそう5秒とか6秒、そんな長い時間や短い時間なんだけども、ほとんど撮影に影響はないですけども、止まっちゃうんですね。で、その5秒とか6秒の間に元ブログ撮ってたりすると、なんか大事件こけたとかさ、そういうのがさ起きちゃうかもしれないじゃんってなった時に、録画されてないっていうとかなりへこむと思うんですよね。なので正直に言うと、その点はどうしてもね GoPro とか他のアクションカメラには負けちゃうと思う。減点せざるを得ないかなとは思いますね。ただ元ブログとか長時間使うんでなければ全然問題ない。本当にこう要所要所の PV 撮影とかでやるんであれば、もう30分録画とかしないので全然問題にならない。なのでインスタ 360-1X2 をね元ブログで使用する場合はちょっとそこで注意していただければいいかなと思っております。以上がね実際に使ってみての感想でした。ちなみにおすすめの付属品、このこれね、消える自撮り棒と、あとはこれバイクマウント、バイクで使う場合は専用のマウントがあるので、それも販売してるので、それも一緒に買ったりだ。あとはね、これ見えるかこれレンズキャップですね。っていうのもこれわかるかな、レンズがこうポコって出っ張ってるんですよ、両方。なのでこれをこうそのまま置こうとするとレンズが床とかに当たっちゃうんですね。でもしかしたらレンズ傷ついちゃうかもしれないから、こういうレンズキャップは必須だと思います。なので自撮り棒とレンズキャップ、あとはバイクであればバイクのマウントね、これはね一緒にね買っといた方がいいんじゃないかなと思います。はいね、この自撮り棒さ撮影するとさ消えるんだけど、なんで消えるんだろうね。 PV とか見ていただくとわかるんだけど、影では棒とかカメラしっかり映ってるけど、映像ではこれ消えちゃってるの。素晴らしい。そういう技術なんだよね。もう詳しくはわかんないんです。消える自撮り棒必須アイテムだと思います。はい、ということで今回のインスタ 360-1X2 のご紹介は以上となります。次回の動画ではねいつも通りまた元ブログアップしていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみに待ってもらえると嬉しいです。ということで今回はここまでにしたいと思います。またね、バイバイ。